レッスン1、サイクリングアドベンチャー。ねえ、アナ、昨日は最高に素晴らしいサイクリング、アドベンチャーをした。こんにちは、ジョン。ワクワクしそうだね。それについてもっと教えて。さて、私は山の新しいトレイルを探索することにしました。景色は息を飲むほどでした。自然に囲まれているのが大好きです。チャレンジングなライドだったかな？トレイルには急な上り坂があったので、最初は少し難しかったです。でも慣れてくると、達成感はすごかったです。想像できます。サイクリングは、特に上り坂ではいつも難しいと感じていた。どうにかしてたの？私が助けになった一つのヒントは、上り坂を登るときに低いギアにシフトすることでした。これにより、ペダリングがより簡単かつ効率的になりました。それは素晴らしいヒントです。次のサイクリングアドベンチャーでは、そのことを心に留めておきます。途中で何か障害物に遭遇したことはありますか？トレイルには倒れた枝がいくつかありましたが、なんとか問題なく周りを回ることができました。サイクリング中は常に警戒を怠らず、周囲に注意することが重要です。ライド中、一緒にいたことはありますか？はい、トレイルで仲間のサイクリストに会いました。しばらくおしゃべりをして、サイクリングテクニックのヒントを交換しました。それは素晴らしい。野外活動中に志を同じくする人々と出会うのはいつでもいいことです。ライド中に休憩を取ったことはありますか？はい、休憩と水分補給のために少し休憩しました。特に長時間のライドの間は、水分補給が不可欠です。絶対に。水分補給はエネルギーと持久力を維持するための鍵です。ライド全体にはどれくらいの時間がかかりましたか？トレイルを完走するのに約3時間かかりました。ライドをとても楽しんでいたので、時間が経つのはあっという間でした。楽しんでいると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。ジョンのサイクリングアドベンチャーにインスパイアされたよ。自分でやってみることも考えてみるかもしれない。聞いてよかった、アナ。サイクリングはアクティブでいるのに最適な方法であるだけでなく、新しい場所を探索する素晴らしい方法でもあります。同感です。ジョン、あなたの経験とヒントを私と共有してくれてありがとう。今、自分だけのサイクリングアドベンチャーを楽しみにしています。どういたしまして、アンナ。きっと素晴らしい時間を過ごせると思います。どうなるか教えて。そうするよ、ジョンありがとう。そしてハッピーサイクリング。アンナさん、あなたもハッピーサイクリングを。気をつけてライドを楽しんでください。レッスン2、料理の創造性。アンナさん、こんにちは。パントリーで面白い食材を見つけました。それらを使って何ができるかをブレインストーミングしてみましょう。こんにちは、ジョン。それは楽しいチャレンジのようですね。どんな材料があるの？鶏肉、ピーマン、玉ねぎ、トマトがあります。私たちは何を作れると思いますか？鶏肉の炒め物を作ってみてはいかがですか？チキンをピーマンと玉ねぎでソテーすると、風味豊かな料理になります。それは素晴らしいアイデアです。醤油とニンニクを少し加えると味に深みが出ます。絶対に。ブラックペッパーとチリフレークを振りかけて少しスパイスを加えることもできます。スパイシーなタッチが好きです。もう一つのアイデアは、
チキンとトマトのカレーを作ることです。トマトはソースのベースとして使えます。ああ、美味しそう。カレーパウダー、ジンジャー、ココナッツミルクを加えると、濃厚でクリーミーな味わいになります。素晴らしい提案です。ご飯やナンパンと一緒にお召し上がりいただければ、完全な食事になります。考えているだけでお腹が空いてきます。もっと軽いものを作りたいとしたら、グリルチキンのサラダを作ってみることができます。鶏肉をレモン汁とハーブでマリネし、完璧に焼くことができます。それは爽やかな選択です。グリルしたチキンにミックスグリーン、チェリートマト、ピリッとしたビネグレットをトスできます。健康的で満足のいく選択肢のようですね。チキンサンドイッチの多様性を忘れないようにしましょ絶対に。チキンをスパイスでマリネしたり、グリルやフライパンで炒めたり、新鮮な野菜や調味料と一緒に組み立てたりできます。う。それは古典的な選択です。チキンサンドイッチはいつも大勢の人を喜ばせる。アボカドのスライスを加えてさらにクリーミーにすることもできます。素晴らしいアイデアです。アボカドはいいひねりを加えてくれるでしょう。ほんの少しの材料だけでこんなに美味しい料理が作れるなんて驚きです。確かに、創造性を発揮し、フレーバーを試すことが全てです。料理は芸術です。絶対に。私たちの料理の創造性を表現する素晴らしい方法です。キッチンでこれらのアイデアを試すのが待ちきれません。私も、料理を始めて、どんな美味しい料理ができるか見てみましょレッスン3、食料品店。こんにちは、アンナ。実は、ミルクが不足しています。1ガロンを取ってくれませんか？こんにちは、ジョン。もちろん。買い物リストに追加するよ。他に何か必要なものは？卵も必要かもしれません。冷蔵庫に常備しておくのはいいことだ。注目。卵のパックも必ず用意しておきます。具体的に欲しいものはありますか？私たちは必需品は得意だと思います。ただし、新鮮な果物や野菜に出くわした場合は、気軽に手に入れてください。いいですね。いい農産物を探しておきます。ところで、牛乳や卵の銘柄のどちらが好まれるの？新鮮で良質である限り、どのブランドでも構いません。それには柔軟に対応できます。よし、利用可能な最良のオプションを選択します。他に何か必要なものはありますか？考えさせてください。ああ、シリアルも少なくなってきているよ。箱を持ってきてくれませんか？確かに。お気に入りのシリアルを一箱用意するよ。特定の種類やフレーバーが欲しいものはありますか？ハニーナッツの風味が好きです。いつも美味しいチョイスです。でも、好きなものも気軽に選んでください。ハニーナッツじゃあね、きっと二人とも楽しんでくれるよ。食料品店に行く前に他に何かある？今のところ必要なのはそれだけだと思います。助けてくれてありがとう、アンナ。感謝するよ。全然問題ないよ。ジョン喜んでお手伝いします。まもなく食料品を持って戻ります。
時間をかけて、アナ、安全運転して、戻ったらまた会いましょやるよ、ジョン。すぐにお会いしましょう。楽しみにしています。気をつけて、アンナ。レッスン4、技術アップグレード。アンナさん、こんにちは。ここで新しい携帯電話をチェックしましょう。それらには印象的な機能がいくつかあります。こんにちは、ジョン。もちろん。私はいつも最新の技術を探求したいと思っています。新しい携帯電話に何を求めているんですか？もっと良いカメラ付きの電話が必要です。私は瞬間を捉えるのが好きで、写真の品質を向上させたいと思っています。私は完全に理解しています。良いカメラは大きな違いを生むことができる。入手可能な最新モデルについて聞いたことがありますか？いくつか調べてみましたが、あなたの考えを聞きたいです。あなたは何を勧めますか？さて、様々なブランドの新しいフラッグシップ電話は、優れたカメラ機能を備えています。高度なレンズとイメージセンサーを搭載しています。それは有望に思えます。カメラ以外に考慮すべき機能はありますか？それはあなたの好みによります。バッテリー寿命、画面品質、または処理能力を優先していますか？私は一日中携帯電話を使っているので、バッテリーの寿命は私にとって重要です。良い画面と速いパフォーマンスがあればおまけです。同感です。自分のニーズに依頼られる電話は必須だ。オプションを確認して比較してみましょう。間違いなく、保存する写真やビデオがたくさんある場合は、拡張可能なストレージを備えた携帯電話を探すこともできます。それは良い点です。拡張可能なストレージは重宝します。耐久性の観点から耐水性や防塵性を備えた電話も検討できます。素晴らしい提案です。デバイスをある程度保護する方が常に良いです。詳しくは営業担当者に聞いてみましょう。もちろん、彼らは追加情報を提供し、私たちが情報に基づいた決定を下すのを助けることができます。また、価格と利用可能な取引も確認する価必要格を比があります。較して、プロモーションや割引があるかどうかを確認します。お得な情報を見つけるのはいつだって良いことです。絶対に。私たちはあなたのお金に見合う最高の価値を確実に得ることができます。電話セクションに行って探索を始めましょう。計画のように聞こえます。アンナ、助けてくれてありがとう。素晴らしいカメラ付きの完璧な携帯電話を見つけましょう。どういたしまして、ジョン。喜んでお手伝いします。その電話を探しに行こう。オプションも見れるのが楽しみです。やってみよう。写真ゲームのアップグレードを楽しみにしています。アンナ、ありがとう。レッスン5、朝のルーチン。こんにちはアンナ。それは便利です。ところで、朝食は何時ですか？ジョンさん、こんにちは。朝食は通常朝の7時から9時までお召し上がりいただけます。一日の始まりにはちょうどいい時間です。それは私にとってはうまくいきます。朝はボリュームたっぷりの朝食を食べるのが好きです。彼らは通常何を提供していますか？様々なオプションがあります。ペストリー、シリアル、フルーツを含むコンチネンタルブレックファースト、または卵、ベーコン、トーストを含む温かい朝食からお選びいただけます。おいしそう。
私は間違いなく温かい朝食を食べたい気分だ。ベジタリアンのオプションはありますか？はい、彼らはそうします。野菜オムレツやフルーツとナッツ入りのオートミールなどのベジタリアンオプションをリクエストできます。彼らはかなり親切です。パーフェクト。彼らの柔軟性に感謝しています。朝食を提供する特定のダイニングエリアはありますか？はい、1階に指定のダイニングエリアがあります。食事を楽しめる広々とした居心地の良い場所です。それはいいですね。リラックスして朝食をとれる快適な空間が好きです。コーヒーや紅茶は含まれていますか？はい、コーヒーと紅茶もご用意しています。種類も豊富に用意されているので、お好みの飲み物を選ぶことができます。素晴らしい。私自身はコーヒー好きだ。一日をうまくスタートできるよう、必ず一杯飲んでおきます。他に知っておくべきことはある？ただ、朝食の時間帯に気をつけてほしいことをお知らせします。食事を楽しむ時間を十分にとるには、早めに到着するのが良いでしょう。それを心に留めておくよ。情報ありがとうございます。アンナ、満足のいく朝食を楽しみにしています。どういたしまして、ジョン。朝食はいつでも一日の始まりにいい方法だ。食事を楽しんで、素晴らしい朝を過ごしてください。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。あなたも素敵な朝を。レッスン6、朝の運動。アンナさん、こんにちは。ジョギングのために早起きしました。こんにちは、ジョン。それは素晴らしいです。朝の運動は、その日の活力になります。私自身はヨガが好きだ。ジョギングは心をすっきりさせ、エネルギーレベルを高めるのに役立ちます。ヨガのどんなところが好きですか？ヨガはリラックスと柔軟性の向上に役立ちます。また、集中力を高め、マインドフルネスを促進してくれます。それは素晴らしいですね。ある程度のリラクゼーションと柔軟性も必要ですね。初心者におすすめのことはありますか？絶対に。オンラインで利用できる初心者向けのヨガルーチンがたくさんあります。穏やかなポーズから始めて、徐々に上達していくことができます。それは役に立ちます。私のような初心者におすすめのポーズやシークエンスはありますか？承知しました。初心者向けのポーズには、マウンテンポーズ、下向きの犬、子供のポーズなどがあります。これらは基礎を築くのに役立ちます。それらのポーズを調べて試してみます。ヨガを学ぶのにおすすめの特定のリソースやアプリはありますか？あらゆるレベルのガイド付きセッションを提供する素晴らしいヨガアプリがいくつかあります。ヨガスタジオとダウンドッグは検討すべき人気アプリです。アンナ、推薦してくれてありがとう。それらをチェックして、どれが私に一番合っているか見てみます。他にヨガを始めるコツは？自分の体の声に耳を傾け、無理をしないことが重要です。それぞれのポーズで深呼吸をして、正しい形を保つことを忘れないでください。それを心に留めておくよ。安全と適切な技術が不可欠です。ヨガはフィットネスへのホリスティックなアプローチを提供できるようです。もちろん、ヨガは身体的な運動と精神的及び精神的な健康を組み合わせたものです。毎日のルーティンでバランスをとるのに最適な方法です。
やってみることにワクワクしています。朝の運動ルーチンにヨガを取り入れることができるかもしれない。アンナ、洞察を共有してくれてありがとどういたしまして、ジョン手伝えてよかった。ヨガの旅がどうなっているか教えてください。私はあなたをサポートするためにここにいます。感謝するよアンナ。最新情報をお伝えします。2人ともそれぞれのエクササイズを続けて、アクティブで健康でいましょ間違いない、ジョン。私たちの幸福と一日をポジティブなスタートに導いてくれることを祈ります。気をつけてジョギングを楽しんでくだう。さい。ありがとう、アナ。あなたも、気をつけてヨガの練習を楽しんでください。じゃあまたね。レッスン7、教会の設定。アンナさん、こんにちは。はい、特定の制限とガイドラインがあります。それらを皆さんと共有します。こんにちは、ジョン。それは重要ですね。人生の様々な面で境界線を持つことは不可欠です。具体的にどのようなガイドラインを参考にしていますか？個人的な境界線について言えば、自分のニーズと限界を他の人に明確に伝えることが重要です。それは理にかなっています。効果的なコミュニケーションは相互理解と尊敬の確立に役立ちます。境界には様々な種類があるか？絶対に、物理的な境界、感情的な境界、さらには時間の境界もあります。それぞれが異なる目的を果たします。これらの境界を日常の状況でどのように適用できるかについて、いくつか例を挙げていただけますか？承知しました。物理的な境界線については、誰かのパーソナルスペースを尊重したり、許可なく持ち物に触れたりしないことかもしれません。なるほど。そして、感情の境界についてはどうですか？どうすればそれを確立し、維持できるのか？感情の境界線には、自分の感情を大切にし、他人の感情を自分のものとして受け止めないことが含まれます。自分の感情を正直に、そして敬意を持って表現することが重要です。それは貴重なアドバイスです。感情的な健康を維持し、不必要な感情的な負担を避けるのに役立ちます。時間制限についてはどうですか？時間制限には、時間を効果的に管理し、仕事、リラクゼーション、人間関係、その他の優先事項に専念する時間を確保することが含まれます。これは健全なワークライフバランスを維持するために不可欠です。境界線を設定して維持するための一般的なヒントはありますか？はい。自分の限界を断定的に表現し、自信を持って表現することが重要です。必要な時は、ノーと言っても大丈夫だということを忘れないでください。練習は必要ですが、セルフケアと健全な人間関係の維持には不可欠です。他に伝えたい洞察はありますか？定期的に自分自身と向き合い、ニーズや状況の変化に応じて境界を見直すことが重要です。柔軟性と自己認識が重要です。ジョン、このような洞察を共有していただきありがとうございます。それらは貴重なリマインダーです。どういたしまして、アンナ。境界線は個人の成長と健全なつながりの維持に不可欠です。これからも優先順位をつけていきましょう。絶対に、ジョン。健康的な境界線を設定し、バランスの取れた生活を送ることが大切です。気をつけて。ありがとう、アナ。あなたも気をつけて、素敵な一日を過ごしてください。レッスン8、運動の頻度。アンナさん、こんにちは。
これらの演習を行って結果を確認してください。理想的には、少なくとも週に3回は目標にしてください。こんにちは、ジョン。それは良い計画のようですね。エクササイズには一貫性が重要です。どんな種類のエクササイズのことを指しているのですか？ランニングやサイクリングなどの心血管系エクササイズと、ウェイトリフティングやボディウェイトエクササイズなどの筋力トレーニングを組み合わせたものです。それは包括的に聞こえます。各エクササイズセッションの所要時間はどれくらいですか？セッションごとに少なくとも30分の適度な強度の運動を目指すことをお勧めします。スタミナをつけるにつれて、徐々に持続時間を増やすことができます。それは実行可能なようです。初心者におすすめのエクササイズはありますか？心血管系のエクササイズには、早歩きやジョギングが最適な出発点です。筋力トレーニングに関しては、スクワット、腕立て伏せ、プランクなどの体重運動が効果的です。これらはおなじみのエクササイズです。自宅で行うことはできますか？それともジムに行く必要がありますか？家でも間違いなくできます。ボディウェイトエクササイズに必要な機器は最小限で、ウェイトの代わりに家庭用品を使用することもできます。それは便利です。定期的に運動するモチベーションを保つにはどうすればいいの？現実的な目標を設定し、進捗状況を追跡することは、モチベーションを維持するのに役立ちます。また、ワークアウト仲間を見つけたり、フィットネスクラスに参加したりして、責任感を高めることもできます。そのことは心に留めておきます。運動に最適な特定の時間帯はありますか？エクササイズに最適なタイミングは、スケジュールに合うときと、最もエネルギーを感じるときです。朝を好む人もいれば、夜の方が便利だと感じる人もいます。様々なタイミングを試して、自分に最適なものを見つけます。注意すべき注意事項や安全上のヒントはありますか？怪我をしないように、運動前にウォームアップし、運動後にクールダウンすることが重要です。水分補給を続け、体の声に耳を傾け、気になることがあれば医療従事者に相談してください。確かに安全第一です。ジョン、これらの運動ガイドラインを共有していただきありがとうございます。ルーチンを始めることに自信が持てるようになりました。どういたしまして、アンナ。手伝えてよかった。一貫性と段階的な進歩が鍵であることを忘れないでください。その過程で、私は皆さんをサポートするためにここにいます。ジョン、あなたのサポートに感謝します。二人とも定期的な運動を心がけ、それがもたらす恩恵を享受しましょう。より健康的なライフスタイルを実現しましょう。絶対に、アンナ。私たちの健康と幸福に乾杯。気をつけて、良い運動をしてください。レッスン9、ロードトリップ計画。こんにちは、アンナ。私の時間、そして様々な腸を探索してください。素晴らしい。途中で立ち寄る予定は立てましたか？ジョンさん、こんにちは。新しい場所を発見できることにワクワクしています。いくつかリサーチをして、いくつかの腸を考えています。あなたはどう？それは素晴らしい。また、訪れるべき興味深い町もいくつか調べました。旅に出る前に計画を立てておくのは良いことです。絶対に。計画はスムーズで楽しい旅行を保証するのに役立ちます。どの町を検討していますか？魅力的な海岸沿いの町、歴史的な山あいの町、そしてカルチャーシーンで知られる活気に満ちた町に立ち寄ろうと思っています。あなたはどう？
多様な旅程のようですね。絵のように美しい田舎の町、趣のある湖畔の町、賑やかなマーケットタウンを探索することを検討しています。それらは興味をそそられます。それらの町はどうやって決めたのですか？具体的な基準は？ユニークなアトラクション、自然の美しさ、そして地元の文化を体験する機会がある町を探しました。また、他の旅行者からの口コミやおすすめも読みました。それは賢いアプローチです。自分の興味に合わせて旅行を調整するには、様々な要素を考慮することが重要です。隠れた見どころは見つかりましたか？はい、美しいハイキングコースと有名な地元のフードマーケットがあるあまり知られていない町を発見しました。探索する価値のある隠れた宝石のようです。素晴らしい。隠された宝石を発見すると、旅に冒険の要素が加わります。各町での滞在期間を計画しましたか？はい、各町に数日を割り当てて、主要なアトラクションを探索し、地元の雰囲気に浸るのに十分な時間を取りました。それは良い戦略です。それぞれの町をじっくり体験することと、自発的に行動する時間を十分に取ることのバランスを取ることが重要です。交通手段は検討されましたか？はい、柔軟性と利便性のためにレンタカーを検討しました。これにより、町間を簡単に移動したり、周辺地域を探索したりできます。レンタカーを借りるのは素晴らしいアイデアです。人里離れた道を自由に冒険することができます。宿泊の手配はしましたか？各町の居心地の良いベッド&ブレックファーストを予約しました。旅行全体の雰囲気に合った快適で本格的な体験を提供しています。ベッド&ブレックファーストに滞在すると、旅に魅力的な雰囲気が加わります。地域社会とつながる素晴らしい方法です。次のロードトリップにワクワクしていますか？絶対に。この冒険に乗り出し、心に残る思い出を作るのが待ちきれません。新しい街を探索することはいつも豊かな経験です。アンナ、あなたの興奮を分かち合います。旅は心を開き、視野を広げてくれます。素晴らしいロードトリップを楽しんでいただければ幸いです。ありがとう、ジョン。私の経験を必ず皆さんと共有します。あなたにも安全な旅を。そして、様々な町の探索を楽しんでください。アンナ、あなたの旅について聞くのを楽しみにしています。ありがとう。そして気をつけて。戻ったらまたね。レッスン10、建設的な交渉。こんにちはアンナ。公正で建設的な会話。素晴らしい。交渉を始めよう。我々が取り組むべき重要なポイントは何か。こんにちは、ジョン。確かに。まず、目標を明確に定義し、お互いのニーズを理解する必要があります。どのような成果を目指していますか？双方にメリットがある双方にメリットのある状況を探しています。それぞれの目標と利益を満たす解決策を見つけることが重要です。あなたはどうですか？私は同じ見方を共有しています。共通点を見つけ、双方を満足させる合意に達することが重要です。具体的な内容について話し合うことはできます絶か？対に。まず、優先事項を概説することから始めましょう。この交渉であなたにとって最も重要なことは何ですか？
私にとって、提案の費用対効果と契約の長期的な持続可能性を考慮することは非常に重要です。どのような要素を優先していますか？費用対効果と持続可能性は確かに不可欠です。さらに、柔軟性と将来のコラボレーションの可能性も大切にしています。交渉全体を通してオープンなコミュニケーションを確保するにはどうすればよいか？オープンなコミュニケーションが重要です。私たちは積極的にお互いに耳を傾け、明確な質問をし、自分の考えや懸念を丁重に伝えるべきです。潜在的な紛争にどう対処すればいいのか。紛争解決は重要です。個人的な攻撃ではなく目前の問題に焦点を当て、相互に有益な妥協点を探すことで、紛争に対処することができます。どうすればポジティブな雰囲気を保てるのでしょうか？前向きな雰囲気を維持することは、生産的な交渉にとって極めて重要です。私たちはお互いの見解に感謝の意を示し、進展を祝うべきです。共通点を見つけるにはどのような戦略が取れ共ますか？通点を見つけるために、共通の関心事を探り、創造的な解決策をブレインストーミングすることができます。また、客観的な基準を求め、厳格な立場を避けることも役に立ちます。どうすれば交渉が公正であることを保証できるのか？公平性は不可欠です。透明性を保ち、すべての関連情報を考慮し、お互いに意見を述べる機会を平等に与えることで、公平性を確保できます。どうやって交渉を終わらせたらいいのか。交渉を締めくくるには、合意した点をまとめ、残っている疑問点を明確にし、合意された条件の実施へのコミットメントを確認する必要があります。合意に達した後、どのようにフォローアップすればいいのか？フォローアップはアカウンタビリティにとって重要です。定期的なチェックインをスケジュールして、進捗状況を評価し、懸念事項に対処し、必要に応じて調整を行うことができます。潜在的な意見の相違にどう対処するか。共通の目標と利益を再検討し、双方の懸念に対処する代替ソリューションを模索することができます。コラボレーションが鍵です。もちろん、コラボレーションと共通点を見つけようとする意欲が不可欠です。協力することで、相互に有益な成果を達成することができます。アンナ、これ以上同意できない。オープンに敬意を払って解決策を見つけることに重点を置いて、この交渉に取り組みましょう。我々は有利な合意に達することができると確信している。あなたの信頼はわかるわ。ジョン、前向きな考え方と建設的な対話へのコミットメントを持って交渉を始めよう。さあ、交渉を成功させましょう。乾杯、アンナ。始めましょう。共通点を見つけ、相互に有益な合意に達することを楽しみにしています。レッスン11、新しい学習戦略の探求。アンナさん、こんにちは。最近、新しい学習戦略を発見しましたか？こんにちは、ジョン。はい、役に立ちそうな小さなステップをいくつか試してきました。例えば、新しい語彙を学ぶためにフラッシュカードを使い始めました。フラッシュカードは素晴らしいです。単語を覚えやすくなります。フラッシュカードでニーモニックテクニックを使ってみたことはありますか？はい、持っています。私は視覚的なイメージや連想を使って言葉の意味を覚えています。これまでのところかなり効果的でした。印象的だね。アナ、もう一つ役に立つテクニックは、ネイティブスピーカーと話す練習です。ランゲージエクスチェンジのパートナーを探すことを考えたことはありますか？絶対に。
オンラインの言語交換コミュニティに参加して、英語を母国語とする人と会話をしてきました。これは私のスピーキングスキルを向上させる素晴らしい方法でした。素晴らしい。ネイティブスピーカーと話すことは、自然な表現を学び、発音を上達させる貴重な機会です。改善すべき点を特定するために、自分の声を録音してみましたか？はい、持っています。目を見張るような経験でした。イントネーションと明快さを磨く必要がある分野がいくつかあることに気づきました。自分自身を録音することは自己評価をする素晴らしい方法でした。それは賢いアプローチだね。アンナ、もう一つの提案は、映画やテレビ番組を英語で字幕付きで視聴することです。言語に慣れ、リスニング力を向上させるのに役立ちます。試したことはありますか？はい、持っています。言語に没頭する楽しい方法でした。私は英語字幕付きの映画を見ていますが、口語表現や様々なアクセントを理解するのに役立ちます。素晴らしい。様々な戦略を模索しているのを見るのは素晴らしいことです。音楽を学習ルーチンに取り入れることを考えたことはありますか？はい、持っています。英語の歌を聴いたり、歌詞を読んだりして、言葉の意味を理解しています。楽しいだけでなく、ボキャブラリーを増やすのにも役立ちます。素晴らしい。音楽は語学学習の強力なツールです。最後に、語学学習アプリやオンラインプラットフォームを使ってみましたか？はい、携帯電話で語学学習アプリを使っています。インタラクティブな練習問題やクイズが用意されているので、学んだことをさらに深めることができます。外出先でも練習できる便利な方法です。学習プロセスにテクノロジーを取り入れることは非常に有益です。新しい戦略を模索し続けてください。そうすれば、英語学習の旅は今後も進歩し続けるでしょう。ありがとう、ジョン。絶対に新しいことに挑戦し続けます。様々なアプローチを発見し、それが私の言語発達にどのように貢献しているかを見るのはワクワクします。絶対に、言語を学ぶことは継続的な冒険です。モチベーションを保ち、プロセスを楽しんでください。君はきっと目標を達成できると確信しているよ。励ましてくれてありがとう、ジョン。ご支援に感謝します。これからも語学学習の取り組みでお互いに刺激を与え合いましょう。間違いない。力を合わせれば素晴らしいことを成し遂げることができます。前進し続け、成長のための新しい機会を取り入れましょう。レッスン12、環境活動。こんにちは、アンナ。気候変動対策のための行動を求める若い活動家たちのニュースを見ましたか？ああ、やった。変化を起こそうとする若者たちの決意には感銘を受けました。インスピレーションを与えてくれます。絶対に、彼らの情熱は伝染する。彼らは地球を守ることの緊急性を本当に理解しています。間違いなく。気候変動は年齢や経歴に関係なく、私たち全員に影響を及ぼしていることを誰もが認識することが重要です。絶対に正しい。私たちは集団的責任を負い、持続可能な解決策に向けて取り組む必要があります。これ以上は同意できませんでした。個人の行動だけの問題ではない。気候変動に効果的に対処するには、体系的な変化が必要だ。それは本当です。政府や企業も、
二酸化炭素排出量の削減と再生可能エネルギーの推進において果たすべき重要な役割があります。まさに、クリーンエネルギー源への移行と環境保護のための政策の実施は優先事項であるべきです。そして、教育も重要な役割を果たします。私たちは人々の意識を高め、自分の選択がもたらす影響について教育する必要があります。絶対に。知識を広め、環境に優しい観光を奨励することで、私たちはより環境に優しい未来を創造することができます。間違いなく、若い活動家が先頭に立ち、他の人々に行動を起こすよう促しているのを見るのは心強いです。はい、彼らの声は強力です。真の変化をもたらすためには、彼らのメッセージを支持し、広めるべきです。これ以上は同意できませんでした。力を合わせれば変化をもたらし、これからの世代のために持続可能な未来を創造することができます。それがスピリットだ。力を合わせて、より健康な地球を目指す世界的な運動に貢献しましょう。絶対に、アンナ、より環境に優しく、より持続可能な世界に向けて、代償を問わず、積極的に対策を講じましょう。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。尽力を合わせれば、ポジティブな影響を与えることができます。間違いない、アナ。今日の私たちの行動が明日の世界を形作るでしょう。自分の役割を果たし、他の人たちにも同じことをするよう促しましょう。アンナ、これ以上同意できない。外に出て変化を起こそう。レッスン13、快適なホテル滞在。アンナさん、こんにちは。簡単な質問があります。すみません、部屋の温度が低すぎます。調整する方法はありますか？こんにちは。ご不便をおかけして申し訳ありません。サーモスタットを確認させてください。ありがとう、アナ。ご協力に感謝します。どういたしまして、ジョン温度をもっと快適なレベルに調整したよ。そっちの方がいい？ずっと良くなった、アナ。迅速に対応していただきありがとうございます。全く問題ありません。お客様に快適な滞在をしていただくことは重要です。完全に同意します、アナ。快適な室温は大きな違いを生みます。絶対に。私たちは、お客様がリラックスしてくつろげる居心地の良い環境を提供するよう努めています。それは嬉しいですね。ホテルでの滞在を思い出深いものにするのは、些細なことです。正確に。細部へのこだわりとお客様の満足が私たちの最優先事項です。わかるよ。ここのサービスはこれまでのところ素晴らしかった。優しい言葉をありがとう、ジョン。私たちは優れたサービスを提供することに誇りを持っています。見えてるよ。アナ。プロフェッショナリズムとおもてなしのレベルに感銘を受けました。それを聞いて嬉しいよ、ジョン。私たちのチームは、居心地の良い雰囲気を作るために一生懸命働いています。まあ、あなたは素晴らしい仕事をしています。ここは家にいるような気がする。それが聞けて嬉しいです。私たちは、お客様に快適で配慮されていると感じていただきたいと思っています。任務完了。アンナ。この滞在を楽しいものにするために、
あなたとあなたのチームが尽力してくれたことに感謝します。ありがとう、ジョン。お手伝いできて光栄です。他に何か必要なことがあれば、遠慮なく聞いてください。そうするよ、アンナ。素晴らしいサービスをありがとうございました。どういたしまして、ジョン残りの滞在を楽しんでください。絶対やるよ、アナ。ありがとう。良い一日を。レッスン14、個性的なお店を探る。こんにちは、アンナ。何かユニークなものを見つけるために、いろんなお店を探してみようと思っていました。それはいい考えだね。こんにちは、ジョン。絶対に、それは素晴らしいアイデアです。個性的なショップ巡りは、ワクワクする発見につながります。同感です。メインストリームの店にはない特別なものを見つけるのはいつも楽しいです。間違いなく。ブティックショップや地元の市場では、ユニークな商品を幅広く取り揃えていることがよくあります。それこそまさに私が探しているものです。個性的で他に類を見ないものを見つけたい。あなたは正しい方向に進んでいます、ジョン。独立系の店は地元の職人の創造性をよく見せてくれます。それがとても面白い理由です。地元の企業やアーティストを支援することも重要です。絶対に。地域経済を助け、クリエイティブなコミュニティの繁栄を促します。同じ考えでいてくれて嬉しいよ、アンナ。では、ユニークなお店を探すにはどこから始めればいいのでしょうか？トレンディーな地区を探索したり、オンラインで専門店を検索したりすることから始めることができます。それは計画のように聞こえます。訪れる場所のリストを作って、冒険を始めよう。素晴らしいアプローチだね、ジョン。どんな隠された宝石に出くわすかは決してわかりません。まさに、ショッピング体験に驚きと期待の要素が加わります。確かにそうです。さらに、見つけたユニークなアイテムごとにストーリーを伝えることもできます。それがその美しさです。それぞれのアイテムには独自のストーリーと意味があります。絶対に。持ち物に個性を加え、より意味のあるものにしてくれます。アンナ、これ以上同意できない。自分のスタイルや個性に響くものを見つけることです。間違いなく。それは自分を表現し、人混みの中でも目立つための方法です。今、このショッピングの旅に出られることにワクワクしています。インスピレーションをありがとう、アンナ。どういたしまして、ジョン。探検を楽しんで、ユニークな宝物を発見して素晴らしい時間を過ごしてください。そうするよ、アンナ。もし何か面白い店に出会ったら、知らせてね。もちろん、ジョン。私は目を離さず、見つけた推奨事項を共有します。それは素晴らしいでしょう。ありがとう、アンナ。ご協力に感謝します。全然問題ないよ、ジョン。お買い物をお楽しみください。たくさんの素晴らしいものが見つかりますように。アンナ、もう一度ありがとう。気をつけて、すぐに話してください。
レッスン15、友達を驚かせる喜び。こんにちは、アンナ。どう思う？友達にサプライズを計画したんだ。あなたが彼らを驚かせたとき、あなたの友人はどう感じましたか？こんにちは、ジョン。ワクワクしますね。私が彼らを驚かせたとき、私の友人はとても喜んでいました。それが聞けて嬉しいです。サプライズには喜びやワクワク感をもたらす方法がある。絶対に。彼らの幸せの顔を見るのはとても特別な気分だ。想像できます。その経験を思い出深いものにしているのは驚きの要素だ。間違いなく。それはあなたが彼らに特別な気分を味わわせるためにさらに努力したことを示しています。それがまさに私が目指したことです。友達に思い出に残る瞬間を作りたかったのです。きっとあなたのお友達はサプライズの裏にある努力と思いやりを高く評価してくれるでしょう。そう願っています。大切な人のために何か特別なことをするのはいつでもいいことです。絶対に。絆を強め、心に残る思い出を作ります。それが私が目指していることです。アナ、一生大切にできる思い出。きっとあなたのお友達は、この驚きとそれが作り出す思い出を大切にするでしょう。本当にそう願っています。彼らの幸せを見ることは、それだけの価値があることになる。それについては疑いの余地はない、ジョン。あなたの友達はあなたがいてラッキーだよ。ありがとう、アナ。幸せを広め、瞬間を大切にすることがすべてです。全くその通りだ。ちょっとしたジェスチャーが誰かの日に大きな影響を与えることもある。それがその美しさです。贅沢である必要はない。大切なのはその考えだ。正確に。驚きを意味のあるものにするのは、思いと努力です。アンナ、これ以上同意できない。大抵の場合、最も喜びをもたらすのは単純なことだ。絶対に。思いがけない仕草が心を温め、笑顔にしてくれます。サプライズが展開した時の友達の表情を見るのが待ちきれません。それはかけがえのないものになるわ。ジョン、あなたの友人は素晴らしいサプライズを待ち受けています。そう願っています。アンナ、励ましてくれてありがとう。それはとても意味があります。どういたしまして、ジョン、きっとすべてが素晴らしいものになるよ。アンナ、あなたの楽観主義に感謝します。それは私の興奮をさらに高めます。それを聞いて嬉しいよ、ジョン。それがもたらす驚きと喜びを楽しんでください。そうするよ。アンナ、ご支援ありがとうございます。すぐに話してください。レッスン16、新しいアイデアの検討。こんにちは、アンナ。私たちのプロジェクトの新しいアイデアを考えていました。人事部に確認しないといけませんが、検討できることです。こんにちは、ジョン。それは興味をそそられるね。新しいアイデアは、しばしば新鮮な視点や機会をもたらします。絶対に。私たちのプロジェクトを強化するには、さまざまな可能性を探ることが重要です。同感です。
イノベーションと適応性は、今日のペースの速い世界で先を行くための鍵です。だからこそ、このアイデアはプラスの影響を与えることができると私は信じています。もっと知りたいです。このアイデアのきっかけは何ですか？また、それが私たちにどのようなメリットをもたらすと思いますか？この業界の新たなトレンドを調査していたところ、私たちの目標と完全に一致するコンセプトに出会いました。それは面白い。常に最新情報を入手し、新しいアプローチを受け入れることは良いことです。まさに、このコンセプトは、当社のプロセスを合理化し、効率を向上させる可能性を秘めています。それは間違いなく検討する価値があります。コスト削減とより良い成果につながる可能性があります。それが私が望んでいることです。これによって私たちのワークフローが最適化され、クライアントにより良い結果をもたらすことができると信じています。有望に聞こえるよ、ジョン。私たちが直面する可能性のある課題や障害について考えたことはありますか？もちろん、それも考えたよ。学習には時間がかかり、変化に対する抵抗があるかもしれません。変化は難しいものですが、メリットを効果的に伝えれば、それらの障害を克服できます。完全に同意します。明確なコミュニケーションと意思決定プロセスへのチームの関与が不可欠です。絶対に。協力的で協力的な環境を作ることは重要です。それが鍵です。このアイデアを成功させるには、全員の参加が必要です。チームの視点を考えてくれて嬉しいです。素晴らしいリーダーシップを見せてくれます。ありがとう、アナ。私はチームを巻き込むことがより良い結果につながると固く信じています。これ以上同意できないわ、ジョン。誰もが大切にされ、受け入れられていると感じたら、最善を尽くします。正確に、これにより、プロジェクトに対するオーナーシップとコミットメントが育まれます。ジョン、この新しいアイデアにワクワクしています。私たちのプロジェクトを次のレベルに引き上げる可能性を秘めています。それを聞いて嬉しいよ。あなたの熱意とサポートは私にとって大きな意味があります。私はあなたをサポートするためにここにいるのよ、ジョン。このアイデアを実現するために、私がどのようにお手伝いできるか教喜んでえてください。助けてくれて感謝するよ。力を合わせれば、ポジティブな変化をもたらすことができます。絶対に、ジョン。自信を持って前に進み、このアイデアの可能性を探りましょう。同意しました、アンナ。人事部に連絡して詳細情報を集めます。励ましてくれてありがとう。どういたしまして、ジョン。人事部の話し合いがうまくいくといいね。進捗状況を知らせてください。そうするよ、アンナ。もう一度、ありがとう。すぐに話してください。レッスン17、お祝いのお祝い。こんにちは、アンナ。町でお祝いがあったと聞きました。それは面白かったに違いない。お祭りに参加したの？こんにちは、ジョン。はい、やりました。活気に満ちた活気あふれるイベントでした。その一瞬一瞬を楽しみました。それは素晴らしいですね。楽しいお祝いに参加できるのが大好きです。絶対に。
地元の文化や伝統に浸る絶好の機会です。これ以上は同意できませんでした。フェスティバルには人々を結びつけるユニークな方法がある。彼らはそうします。コミュニティが団結し、調和して祝う時代です。それは美しい。いろんな習慣や儀式を目の当たりにするのは魅力的だと思う。視野を広げ、多様な文化について学ぶ素晴らしい方法です。まさに、異文化を理解することは、共感と感謝を促すと思います。これ以上は同意できませんでした。多様性を受け入れ、私たちが共有する人間性を祝うのに役立ちます。絶対に。祝賀会では何か特定の活動に参加しましたか？はい、やりました。伝統的な踊り、音楽パフォーマンス、さらにはフードフェアもありました。それはとても楽しそうですね。お祭りでは新しい料理に出会うのが楽しい。五感の変だったよ。ジョン、美味しい食べ物の香りが漂っていた。ほとんど想像できます。食べ物には人をつなぐ方法があるんですね。確かにそうです。食事を分かち合うことは、つながりを深め、絆を育むための普遍的な方法です。それは本当です。フェスティバルは、心に残る思い出を作るのに最適な環境です。絶対に。観客のエネルギーと熱意は伝染します。人々が笑って楽しんでいる、活気に満ちたお祭りの雰囲気が想像できます。そうだね。ジョンお祝いの間ずっと笑いと喜びにあふれていました。アンナにとって本当に思い出深い経験になったに違いありません。確かにそうでした。そんなイベントの一部に一体感と幸せを感じました。こんなに素敵な時間を過ごせてよかったです。フェスティバルには気分を高揚させる方法がある。そうだ、ジョン、彼らは私たちに人生の美しさと一緒にいることの喜びに感謝することを思い出させてくれます。絶対に。人生をとても豊かで有意義なものにするのは、このような瞬間です。これ以上同意できないわ、ジョン。私たちはこれらの特別な日を大切にし、祝うべきだ。間違いなく、私たちが共有する人間性と一体感の力を思い起こさせてくれます。よく言ったよ、ジョンお祝いの精神を日々の生活にも取り入れましょう。アンナ、これ以上同意できない。喜び、団結、そして美しい思い出を作ることです。おめでとう、ジョン。幸せを祝い、広める理由がいつも見つかりますように。絶対に、アンナ、フェスティバルの経験を分かち合ってくれてありがとう。レッスン18、近所を探索する。こんにちは、アンナ。近くに新しいカフェがオープンしたと聞きました。徒歩圏内ですか？こんにちは、ジョン。はい、そうです。ここから歩いてたったの10分です。それは便利です。私は新しい場所を歩いて探索するのが好きだ。
ウォーキングは近所の隠れた名所を発見するのに最適な方法です。絶対に周囲を鑑賞し、雰囲気を味わうことができます。これ以上は同意できませんでした。それに、健康的で環境に優しい交通手段でもあります。間違いなく。では、このカフェについて詳しく教えてください。何が特別なの？まあ、快適な座席と美しい装飾が施された居心地の良い雰囲気です。それは魅力的に聞こえます。温かく親しみやすい雰囲気に感謝します。カフェでは様々なグルメコーヒーや美味しいペストリーも楽しめます。私はコーヒーが大好きなので、それは間違いなく魅力的です。特製料理は？はい、特製サンドイッチやサラダには独特のフレーバーがブレンドされています。それは魅力的に聞こえます。私は新しい味や創作料理を試すのが好きです。リラックスしたり、友達と交流したり、リモートで仕事をしたりするのに最適な場所です。それは素晴らしいです。さまざまなニーズに応える多目的カフェ。絶対に。さらに、スタッフはフレンドリーで気配りがあり、素晴らしいサービスを提供しています。優れたサービスは、常に全体的な食事体験を向上させます。間違いなく。そして最高の部分は、美しい景色を望む屋外席があることです。それはおまけです。景色を眺めながらコーヒーを楽しむのは気持ちがいいですね。本当にそうです。カフェは公園の近くにあり、さらに魅力的です。それは完璧な組み合わせのようですね。自然と居心地の良いカフェは相性がいいです。これ以上同意できないわ、ジョン。街の中心にある小さなオアシスです。今は間違いなく興味をそそられます。近いうちに必ずそのカフェに行くよ。きっと楽しんでくれるよ、ジョン。そこに行って感想を聞かせてください。そうするよ、アンナ。この隠された宝石を私と共有してくれてありがとどういたしまして、ジョン。ワクワクするような発見をいつも喜んで分かち合います。感謝するよ、アンナ。それは私たちの会話を面白くするものの一つです。同じように、ジョン。新しい経験を探求し、共有することで、私たちの交流は活気に満ちています。確かに、さまざまな場所について学び、視野を広げることができて嬉しいです。絶対に、ジョン。これからも探検を続け、周囲の豊かさを満喫していきましょう。アンナ、これ以上同意できない。新しい宝石を発見し、旅を楽しんでください。